切る場所としては多分襟ぐり、前の栗と後ろの栗、ここが多分一番気を使うところではないのかなと思うんですけどね。下手な人がやると上と下でこの栗が変わってくるんですよ。上は確かに綺麗なんですけど、下が斜めになってて、そこはやっぱりもう切る人間の腕ですね。がっつり手裁断してるっていうのは多分ホンダだけだと思います、今うちの会社では。あの機械を操れるのがホンダだけしかいないと思います今。扱えると言いますけど、それを自分の手となり足となりっていうもう頭の中で扱えるのはホンダぐらいだと思います、今うちの工場では。今塗ってる T シャツは裾の平2本からずっと始まって、で肩を履いて襟をつけます。で前にカバーリングが入ってるので、前にカバーリングをしてネームをつけてタコをして袖をつけて、袖のアームホールのカバーリングで終わりですね。で検品をして箱詰めの方に流すっていう感じでしてます。私の仕事の内容は予定に沿って次の製品の準備をしたり、その裁断物が揃っているかとか資材が揃っているか、あとパターンだったり使用書を見て次の製品の投入の準備をするっていうことですね。であと実習生だったり他の日本人縫い方を教えたりだとか、大体もう班長がもう教えてますんで、これは引っ張ったらダメ、これはちょっと力を抜いて、やってくれと。やっぱりやらないとね、覚えるんですよ。やっぱり自分がしてみないとできないですね。止まったところで目が飛んだりとかしちゃうんですよ。どうしても止まったところで糸が緩むんですよ。そこで外れたりなんですするんですもんね。止まったらもう品質悪くなりますもんね。今はだいぶ少なくなりました。縫う技術がないと縫えないです。工場長もおっしゃるんですけど、その適材適所
っていう言葉をよく言われるんですけど、その人がここが早いからもうその人をここに入れようとか、そういうのでちょっとなんか違う人を入れたら流れないなとかいう時はもうこの人早いからもうこの人を入れようとか、人を変えてみたりだとか、ちょっと縫い方をこうしたらどうかなこうしたらどうかなって山本課長に聞いてみたりとか、どうしたら速くなるかなとかでちょっとこう改善していったりとかします。一人でずっとするんだったらそこ座りでもいいんですよ。私たち一人であっちをしてこっちをしてってするから立ったままうろうろする方が早いんですよね。だから立ちミシンばっかり並べてるんですよ。でもやっぱ左だけ重心がこうかかっちゃうから最初はやっぱきついですよ。2週間って言ってでももう慣れます。動きますでしょ、だからそうでもないんですよ。で健康にもいいし、最終的に僕の思いっていうのが縫製オペレーターさんまで伝わるといいものができると思います。でも僕の思いっていうのが管理職要は部長課長で止まってしまうと縫製オペレーターの末端には届かないんで、そういう思いっていうのは通じるものがなくなってしまいます。こういう思いで仕事をしています、こういうことをしないと次のステップになりませんよっていうことをあらかじめ説明をして、あとは気持ち力っていうんですかね、いやいやながらの仕事って絶対結果として良くないので、それをどういうふうに形として持っていくのかっていうのは今の課題だと思います。ビーグトサの仕事を順調にいって納期遅れもなく生産量も安定して不良品も起こさずっていうことではないです。縫いたくても縫えない目飛びする、縫って収めたら不良品が出る、補修品が出る、それでも名刺で縫わないといけないのは名刺で縫ってないとか、もうなので会社対会社としてはフィーリングとしては合わない寸前なんですよ。でもやっぱり山田社長からの言葉っていうのは胸に刺さるものがありました。それは何なのかというと、玉宗太田さんっていう言葉ですよね。優しい笑顔で、それだけは今に至ってる大きなたった一瞬かもしれないですけど、あの言葉かもしれないですね。普通とやっぱり社長さんがまあそこは断れや、もうするなや、よそで頼めやって言うて多分じゃないのかなと思います。だってビーグトさんも今から盛り上がろうとしてる時に物がないんですから。でもね、今年もお会いさせてもらいましたけど、頼むよ太田さんって言われた時にはやっぱりこう僕が変わった言葉の一つでもあるのかなと思います。